はい、皆さんこんにちは。前々回ぐらいのメイン動画で、はい、皆さんこんにちはってやりすぎて、わからなくなって投稿が遅れちゃいましたみたいな話したじゃないですか。あれ結構ガチで、やりすぎると正解がわからなくなる時ってありますよね。なんか文字でも同じことをね、書いているとずっと、なんか、あれ正解ってどれだっけってなっちゃって、ゲシュタルト崩壊する的な。これもやりすぎて、どのタイミングで、はい、皆さんこんにちは。ここだっけみたいな。はい、皆さんこんにちは。いつ言うんだっけみたいな感じになってすいません。なんか猫ちゃんが見たいっていうコメントがやっぱたくさんあって、セカンドチャンネルだからね、ちょっとゆるくいこうかなと思って、はい、ムーちゃんです、皆さん。ムーちゃんだよ、これが。クソ可愛いな、お前マジで。おい、目つき悪いんだけど可愛いんだ、この子が。前回の動画でも言いましたけど、家紹介はちょっと怖いから、まあなんかね、猫ちゃんを紹介しつつ、ゆるい動画を作ろうと思うので、はい、ちょっと待っててください。今日はメイン動画で、だいぶ前に話した、おとぎ話のような都市伝説の深掘りをしていきたいと思います。みんな覚えてますかね？ウールピットの緑の子供たちっていうお話。結構ね、カスパーハウザー的な不思議な話なんですけど、これ、深掘りしていくと、意外と答えが分かったかもしれません。1888年8月のある日の午後、スペインのバンホス村では作物の収穫期が訪れていました。若いカップルが休憩しようと村の近くにある洞窟の方へと向かうと、この時期はというよりかはこの地域では洞窟がおそらくラブホ代わりだったんでしょうね。みんななんかどっかありましたか？田舎の方に住んでいる人とか、なんかね、家ができないから畑とか車の中とか。するとなんと洞窟の中から2人の男女の子供が現れ、まるでそのカップルから逃げるかのように畑を渡っていくのを目撃しました。2人の子供は理解できない言葉を話し、服は未知の生地でできていました。そして奇妙なことに肌の色は完全に緑色だったんです。緑色で思い浮かべるのは、シュレックとかハルクとか、あとなんかいますかね。グレー宇宙人ってある意味緑色ですかね。あとピッコロですね。2人を捕まえた農民たちはその国の最大の地主である治安判事リカルド・ダ・カルノ氏の家に連れて行きました。治安判事は小さな女の子の手を取りこすってみたんですけど、緑色は消えなかったそうです。2人の顔の特徴は、目はアーモンド型で非常に彫りが深く、一種の人種のように規則的に見えました。この説明の通りだったら地球人ではなく別の種族の人間って感じがしますよね。異星人なのか。子供たちがお腹が空いているように見えたのでパンと果実を与えてみましたが、指でつっつくだけで食べることは拒否してしまったそうです。それから子供たちは治安判事の家に6日間いましたが、何も食べずに弱くなっていきました。ある日、治安判事のもとに収穫された豆が持ってこられると、子供たちは熱心に豆に興味を示したそうなんです。そこから豆だけを食べるようになったんです。豆ばっか食ってね、肌が緑色になっちゃったんじゃないですかね。しかし子供たちが洞窟を出て1ヶ月経った頃、少年の子供は亡くなってしまいました。残された少女は治安判事の家で召使いとして雇われることになり、日が経つにつれ彼女の緑色の肌は徐々に肌色へと変わっていきました。後に彼女はスペイン語を学び、自分自身について曖昧ではあったものの説明をし始めました。彼女が語った内容は2人の謎をより深いものにしたんですね。私たちが住む国は太陽がなく、まるで黄昏のような昼も夜もない場所でした。近くには他の国がありますが、私たちの住む国とは非常に広い川で分離されていました。どうやってここに来たのか尋ねてみると、彼女は大きな音がしたんです。私たちは風に追われるように小麦畑の近くの洞窟に入りました。気づくと知らない眩しい世界へと迷い込んだんですと。そして彼女は1892年に亡くなったとされ、弟の隣に埋葬されました。これがよく知られているウールピットのお話なんですけど、ある時にスペインの有名ないろんなね話を扱う本マズ・アラを担当するハビエル・シエラが調査したところ、実際はバンホスの村はスペインに存在せず、多かれ少なかれ似た名前の村がある場所は歴史が知られていないバニョールという場所であることが明らかになりました。そしてこのウールピットの緑色の子供たちのお話は構成は似ているんですけど、18世紀よりもさらに前である11世紀の英国の歴史の中に存在するベリー・セント・エドモンズの近くに位置するサンフォークの町で1135年から1154年に起きた緑の子供たちの事件が元になっていると突き止めたんです。イギリスにはブレスト王と殉教者エドモンドの高貴な修道院から約4から5マイル離れたところに村があり、近くには英語でウルフピッツ、狼の溝と言われている古代の穴があったんです。そしてその穴の周辺にあるトウモロコシ畑で緑色の兄弟と思われる子供たちが見つかり、やはり奇妙な言葉を話していたそうなんです。おそらくここではトウモロコシ畑がラブホ代わりだったんでしょうね。2人はリチャード教のもとに連れて行かれ、数日飼われる状態
態になったそうです。最近の話だとすぐに食事を与えたそうなんですけど、元の話はもうちょっと現実的で、一応観察していたらしいんですね。そして数日経った頃、子供たちが餓死しそうになっていたことから豆を与えたそうなんですけど、子供たちは豆の入っている場所が分からず泣き出してしまったそうなんです。それを見た使用人が鞘から豆を取り出したところ、やっと食べ始めることができたんです。二人は最初豆ばかりを食べ、他のものを食べようとはしませんでしたが、徐々にパンなども食べるようになったそうです。そこから二人の緑色の肌は肌色へと変化していきました。しかし少年である弟の方が先に亡くなってしまいます。妹は健康的に成長し、言葉も思えました。そしてやはり不思議な話をし始めたそうなんです。どうやってこの場所に来たのか尋ねてみると、私たちが生まれ育った場所は聖マルタンという国です。私たちが父の畑で家畜に餌を与えていた時、素晴らしい音を聞きました。それはまるで鐘が鳴り響くかのような、その素晴らしい音色を聞きながら音の方へと向かうと、初めに私たちを見つけた農民が言うように、突然移動したかのようにこの土地へと現れました。私たちの国はキリスト教徒であり、教会を持ち定期的に教会へと通います。そして太陽は私たちの国には上昇しません。私たちの国は太陽の光を偉大としません。しかし大きな川で分断されている隣国にはその太陽の光があるようです。聖マルタンは日没のような黄昏の暗闇が続いていましたが、私たちは満足していました。最初の話とはちょっと違ってより現実的ではありますよね。キリスト教徒とか出てきますし、この聖マルタンについてはいろんな説が囁かれているんですね。みんなどこだと思います？この聖マルタン。なんか最初ね、太陽がないって聞くとやっぱみんな思い浮かべるのが地底人じゃないでしょうかね。地底世界説。まず奇妙な姿の人間が大きな穴の近くで見つかったり、またはね、洞窟から出てくるというところで二人は地下に住んでいたのではないかと考える説があるんです。二人の緑色の肌は光の欠如の症状になると、これについてはもちろん根拠はないんですけど、なんかありえそうですよね。知らんけど。また緑の子供たちは普段は地下に住むエルフや妖精の一種とか、この説一番信憑性高い。当然こういった話にやってくるのがもっとぶっ飛んだ説、エイリアン説。その一番の根拠は緑色の肌他には二人の奇妙な服とか宇宙服とかで説明できるし、未知の言語とかもね、エイリアンっぽいってことらしいんですけど、それだとキリスト教徒であったり定期的に教会に行ったりの部分がおかしいですよね。ぶっ飛んでるんだけど金星から来たという話もあって、これはちょっと面白いんですよね。古代金星は昔地球のような天体だったという話があるんですが、その金星は分厚い雲で覆われており、太陽の光は地上まで通らなかったかもしれないんです。また関係ないかもしれませんが、金星は地球からでは朝方と夕方の2回、黄昏時に見れる惑星なんです。そして都市伝説的には古代金星から地球に移り住んだという説も一部ではあったりするので、宗教観が同じでも違和感はありません。いや違和感はありあり、高度な文明があり、異次元ポータルがあり、それが誤作動を起こして時空を超え地球に突然転送された、すごいロマンがある話ですね。今までのねちょっと現実的な話ではなかったんですけど、これから話す説はちょっと面白くて、豆を食べる時などの描写は時折神秘的な意味、死者の食べ物として表されることがあるんです。それはなぜかというと、昔ヨーロッパでは豆、特にそら豆は死者の食べ物、死への捧げ物として扱われていたそうなんです。有名な偉人ピタゴラスはそら豆には死者の魂が入っていると信じていて、そら豆の花の黒い模様や茎の空洞は冥界へと繋がっているのだと信じていました。ギリシャ人は普通にねそら豆を食べていたので、そら豆のことを皮肉を込めてピタゴラスの豆と呼んでいたそうなんですけど、ピタゴラスめっちゃディスられてますね。ただピタゴラスだけではなく、さっきも言ったようにね、ヨーロッパではそういった風習が割と本当にあったらしくて、そのように解釈すると、子供たちはそら豆だけを食べ続けることで中毒を起こすことがあり、そこから発熱したり血中の赤血球が破壊されて溶血性貧血を起こす急性腎不全になることがあるらしいです。中毒を起こすと肌は緑色に、そして最悪死に至る。これを踏まえて考えると、子供たちはもともと豆ばかりを食べていたから豆にしか興味を示せなかったし、その時にはすでにね中毒を発症していて、それに続き中毒説と移民説、これは一番まともな説なのかもしれません。当時のヨーロッパでは領土争
争いなんかでしょっちゅう内戦が起こっていました。なので農民や子供たちは極度の栄養失調に陥っていた可能性があるんです。それに加えてヒ素中毒なんかも起こり、その結果重度の貧血症により皮膚の色が緑色に変わってしまったと推測されます。また近年では緑色病と言われる内分泌腺障害による青黄色色の色合いを与える鉄の欠如の症状である白化現象はすでに当時からあったとされているんです。なので物語の中で肌の色が緑から肌色へと変化したのは栄養のある食べ物を食べ始めたからだと。なんか納得する答えですよね。てかほぼこれが答えっしょ。で、言葉が通じなかったことに関しては、この部分に関しては2人が移民だったからではないかと考えられています。さっきも言いましたが、当時は領土争いで内戦が絶えませんでした。なのでその混乱の中で元々いた場所を離れさまよっていたので言葉が通じなかったんです。実際イングランド東部は11世紀にフランダース移民の時代があり、ヘンリー2世が即位した後、移民は迫害され、その多くは1173年の戦いで虐殺されたそうなんです。フランダース人であったがため、言葉や着ていた服がこれまでフランダース人に会ったことがない村人には未知のものに見えたんでしょうか。両親が虐殺された後、おそらく栄養失調により緑色の肌の子供たちは森の中をさまよい続け、その地域の地下に迷い込み、村の近くに現れた可能性があります。面白いように点と線が繋がって、もうテントが出来上がっちゃった。そして聖マルタンの国とはトゥデナム・セント・マーティンやトリムリン・セント・マーティンのように似た名前の村がいくつか存在していたそうなんです。その村にはサフォークの河口である大きな湖があり、その湖に囲まれた移民によって建てられた聖マルタン教会があったそうです。これはもう解決。コナン君いらんわ。この説が一番しっくりきますよね。個人的にはロマンがある地底人とか異星人説が希望ではあるんですけど、おそらくこれは間違いなく解決したような気がします。前もね、メインチャンネルの童話の話でも言ったように、過去の物語は当時の情勢を記録するかのような内容だったりするんですね。それがいつしかいろんなところで語られるようになったり、ちょっと不思議な都市伝説へと変わっていくのかもしれないです。結局童話とか神話は当時の出来事をね、めちゃくちゃ大げさに語って、それがまたいろんなところにね、語り継げられるので、なんか内容も変わったりして、僕たちがそこからできるのは、僕たちなりにね、現実的に解釈することですね、やっぱり。みんなはどう思いますか、この話。まだロマンがある話なのか、あるいはね、このさっきの解釈で説明がつくのか。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。